このビデオでは私が出版した本現象学的に根拠を問うのプレゼンテーションを行います。フッサールとシェーラーの肖像画を掲げましたが、本書が目指しているのは2人の思想を解説することではなくて、2人が提起した問題を私なりの方法で解決することだということをあらかじめ承知してください。第1章、現象学の認識論的立場。今、美術館で絵画を鑑賞し、その美しさに感銘を受けているとしましょう。その時、私たちが美しいと感じているものは何でしょうか。私たちは塗りつけられた絵の具の広がりを見ているのでもなければ、その色を見ているのでもなく、絵の具の色によって表現されている単なる物質以上のものを見ています。それは絵画を形作っている物理的対象に依存していますが、物理的対象によって一義的に決められるものでもありません。例えば、この絵はウサギとして見ることもできれば、アヒルとして見ることもできます。同じ物理的対象を見ているのにもかかわらず、違ったものを見るということは、客観的実在としての物理的対象以上のものを見ているということです。こうした意識に立ち現れる物理的対象以上のものが、現象学が問題とする現象なのです。科学者の中には、そうした現象は脳が勝手に作り上げた幻想で、大脳生理学が進歩を遂げれば、その正体が科学的に解明されるに違いないと考える人もいるかもしれません。確かに fMRI、機能核磁気共鳴断層装置を使って脳をスキャンすれば、この写真にあるように、絵画を見て美しいと感じているときに、脳内で特定の血流動態反応が起きていることを確認することができるでしょう。しかし、脳血流動態自体が美しいわけではありません。私たちが美しいと感じているものは、それとは別に存在しており、両者の間にはせいぜい対応関係しか存在しません。このことをはっきりさせるために、哲学者たちは認識の対象と内容と作用を区別しています。対象と内容が異なるがゆえに、同じ絵という対象に対して、ウサギあるいはアヒルという別の内容が知覚されます。また、内容と作用が異なるがゆえに、知覚された内容としての現象を心理学的ないしは生理学的な作用と同一視することができません。認識する作用と認識される内容は概念的に異なります。フッサールの現象学が注目するのは、多くの人たちが軽視してきた対象でも作用でもない内容という第三の領域です。フッサールは参考図式をさらに細かく分けて認識を分析しています。この図は初期の代表作、論理学研究でのフッサールの用語を整理したものです。全体がレアールとイデアールという2つのレベルに分けられています。レアールというドイツ語は英語で言うとリアルで、イデアールというドイツ語は英語で言えばアイデアの形容詞です。例えば、私たちがウサギを認識するときを考えてみましょう。レアールなウサギは一匹ごとに異なる個性を持つし、同じウサギでも時間とともに少しずつ変化しますが、私たちはそうした多様性を写生し、ウサギというイデアールな概念を適用しています。
ドイツ語では分かりにくいでしょうから日本語に訳して表形式で整理してみました。フッサールは意識内在的な認識内容を重視して、これをさらに本質と質量に分けました。認識作用は質量を部品として本質という全体へと組み立てているというのです。でもこれはフッサールが考えているほど重要な区別とは思えないので無視して、対象、内容、作用の参考図式とレアール、イデアールの区別を交差させて、全体を6つの領域に分割することにしましょう。6つの領域のうちどれを重視するかで哲学的なポジションが決まります。一番左下の素朴実在論的唯物論者は、哲学を勉強したことがない普通の人と考えればよいでしょう。目の前にあるがままにものが実在していて、それが真理だと考えるポジションです。しかし実際には私たちの認識は常に概念によって媒介されています。概念の対象である普遍的存在こそが真の実在であると考えるのがプラトンのイデア論です。イデア論に対する反動として、イデアなどというものは人間の心が勝手に生み出したものに過ぎないと主張する心理主義や人間主義が登場します。カントや新カント学派は認識作用を重視しつつも、経験的ではなくてアプリオリなレベルの認識作用の働きを重視し、真理を超越論的に基礎づけようとします。フッサールは恩師ブレンターノの影響で、最初は心理主義的な立場で算術の哲学を書いたのですが、やがてその立場を放棄し、論理学研究では認識対象でも認識作用でもない認識内容という第三領域、それもレアールではなくてイデアールなレベルの第三領域を重視するようになります。フッサールの哲学はその後、認識内容よりも認識作用を重視するようになります。1913年に刊行された中期の代表作イデーンでその傾向がよく表れています。私たちは普段、世界の存在を素朴に前提する自然的態度をとっています。フッサールはこの判断を停止、つまりエポケーして考えられた内容であるノエマから考える作用であるノエシスへと注意を振り向ける現象学的還元によって純粋な意識を超越論的意識として取り出そうとしました。こうした超越論的現象学はカントの超越論的哲学にかなり近いと言えます。後期フッサールの代表作はヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学です。この本でフッサールは近代科学が生活世界に根ざす直感から離れていることに警鐘を鳴らし、生活世界を取り戻すことを主張しました。フッサールの哲学はさまざまな変遷を経ましたが、直感重視の哲学であったと特徴づけることができます。フッサールの哲学をどう継承するべきかに関しては、このビデオの最後で考えたいと思います。第2章、現象学的倫理学の可能性。フッサールが認識論の分野で経験主義的な心理主義とカント的な形式的規範主義を退けて実質的アプリオリの新しい領域を見出したように、
シェーラーは価値論の分野で経験主義的な快楽主義とカント的な形式主義を退けて実質的価値倫理学を樹立しました。フッサールは倫理学にはあまり熱意を示しませんでしたが、イデーンを執筆していた頃に倫理学の講義も行っています。イデーンでも表彰しようとする努力である知覚に対して評価しようとする努力を知覚と呼んで、両者の平行性を認めていました。後者の知覚はフッサールの造語で、ドイツ語のバーネーメンが真理、バーを選び取ること、ネーメンというように解釈できるように、知覚のベルトネーメンも価値ベルトを選び取ること、ネーメンというように解釈できます。知覚することと知覚される価値は作用と内容の関係にありますが、この関係はノエシスとノエマ、つまり C 作用と C 内容との関係とパラレルではなくて、全体がノエマとなります。このようにフッサールは倫理的判断よりも認識判断をメタレベルに位置づける主治主義的な立場をとっていました。シェーラーもプラグマティズムを批判し、主治主義的な感想の優位を説いています。主治主義といっても直感を重視するなら、感主観的な妥当性をどう正当化するかが問題となります。同じ対象に対して異なる内容が認識されることをウサギ・アヒルの両義図形ですでに確認しました。価値という内容に関しても同じことが言えます。同じ対象に対して肯定的な価値を与える人もいれば、否定的な価値を与える人もいるといったことはよくあることです。例えば、ある行為を勇敢と称賛する価値観もあれば、無謀と非難する価値観もあります。また、そうではない行為を臆病と非難する価値観もあれば、慎重と称賛する価値観もあります。この4項図式を一般化すると、こうなります。T はタートザッヘ、事実で、W はベルト、価値です。同じ事実に対して異なる価値を与える2つの価値観が対立しうるということです。こうした価値観の対立に対して現象学的倫理学のような直感主義は無力です。シェーラーはクリスチャンでキリスト教的な価値観を信じていましたが、そうした価値観はキリスト教徒以外には説得力を持ちません。では、どうすれば価値観に正当性を与えることができるのか。私は大学生の時、いろいろ考えました。そんな時に大学でフッサールの現象学に関する授業を受け、現象学的還元について知りました。そして倫理学でもこれを応用することができないかと考えました。そうして考えついたのが目的論的還元です。これは目的論的還元のモデル図です。この図の A から D は因果関係を目的手段関係と捉えたものです。手段の価値は目的によって規定されるので、目的の価値に還元されます。その目的もより工事の目的の手段であるため、さらにそれへと価値が還元されます。因果関係をたどっていくと、目的は先送りされてしまいます。こうした時系列的な訴求とは別に E から F への
フッサールが言うところの形相的還元に相当する還元があります。私たちの行為はある理念の具体的な一形態として正当化されます。この系列を訴求すると、ちょうど超越論的還元によって超越論的主観性が取り出されたように、私たちの行為の究極目的が取り出されると考えられます。それは何かといえば、私たちの存在それ自体です。あらゆる価値と規範は、この究極目的によって基礎づけられるということです。第3章、認識内容の生活世界的規定。ここで冒頭で提起した問題に戻りましょう。絵画の美しさは認識対象に客観的に実在しているのでもなければ、認識主観が恣意的に捏造する幻想でもありません。それは認識対象と認識主観との関係で決まります。美しいか醜いかは、良いか悪いかと同様、根源的には判断主体の自己保存欲望によって規定されます。食べて良いのかどうか、住み心地が良いのかどうか、生殖の相手としてふさわしいかどうかといった生物が持つ欲望にその源泉を持っていると考えることができます。そうした広い意味での価値判断はともかくとして、真か偽かという事実判断はプラグマティックな動機とは無縁であると反論する人もいるでしょう。しかし、認識も私たちの行為の一つである以上、すべての行為を規定している欲望と無縁ではありえません。私たちは毎秒数百メガビットのペースで私たちの感覚器官を通過する膨大な量の情報の大部分を切り捨て、認識内容を形成しています。それは私たちの意識の容量が有限で認識できないからというよりも、そもそも認識する必要がないからです。私たちは関心がある、つまり生存に役立つ情報だけを選び、生存に役立つように認識対象から認識内容を形成しています。鏡が対象を映し出すように、意識が認識対象を忠実にコピーしているのではありません。だから認識内容は認識対象とは異なるのです。フッサールもシェーラーも理論的認識を実践的認識のメタレベルに位置づける主治主義的な立場を取りました。確かにどのような価値判断も規範も、それが真であると判断される以上、理論的認識の対象になるのですが、理論的認識という行為が認識主体の実践的関心によって規定されているのですから、理論と実践は相互包摂の関係にあると考えるべきです。晩年のフッサールが重視した生活世界に根ざした直感も、こうした観点から解釈するべきだというのが私の結論です。